内田ザリガニでもマックスサイズに近いです。これは潰す。ご会長。うお、これやばいな。皆さんこんにちは、ホモサピです。今日はですね、久しぶりに内田ザリガニを取りに来ました。去年荒川さんと来た場所ですね。おお、いきます。見え、あ、入った。お、なんか入った気がする。入った今日は荒川さんいないけど冷ってー、マジで冷たいって。内田ザリガニはね、湧き水の冷たい川にいるんで足が痛え。この辺もういるんじゃないの、あいつはバカだから。あ、いないわ。もうどこにいてもおかしくないですからね。繰り返していない。ほら、あれ、去年ひっくり返したらいっぱいいたのにな。一匹もいない。そんなことある？これだから生き物はよ、生き物はね、昨日いたからといって今日いるとは限らない。いたわ。こちらがですね、内田ザリガニです。めっちゃくちゃ美味しいザリガニ。アメリカザリガニはまあエビだなって感じなんですけど、この内田ザリガニはですね、この内田ザリガニを食べることに価値があるぐらいうまいです。本当に美味しい。エビの上位互換って呼んでます。それはこれよく見たらあれだ、誰か取った後だな。これなんかおかしいと思った。この岩にね、つぶつぶついてるのなんでかなと思ったらね、川の石ってひっくり返すとこうやって裏にね、カワムシが巣を作って石がくっついてるんですよ。これ石がくっついてるってことは最近誰かが取ってんだな、一回。だから少ねえんだ。まあ別にね、特定外来生物だからバンバン取ってもらって構わないんですけど、俺の食べる分がねえじゃねえか。はい、未開の地まで来ました。人が歩いた跡がないところまでね、藪を進んできたら、なんといきなり網に入りました。適当にこの辺をね、下流に網を置いてね、ちょっとこうやってやるだけ。これで入るかな。あ、入った。いる。やっぱ人がいないとこはいるわ。やばい、未開の地すぎる。ザリガニを求めて俺の後に道ができる。内田ザリガニはね、遡上力があんまりないんで、こういう流れの速いところではね、とどまっていられないんですよ。だからこうやって流れが緩やかになってるところの隙間に密集してるわ。こいつらはね、下流に逃げる習性があるので、網を構えておいてガバッてやって急げ。あ、ほら出てきた。よっしゃー、取れたー。でけー。去年のマックスサイズぐらい取れたんだけど、2階のポイントを見つけてしまった。でかい、やばい、でかい。隙間にいる。待って。よっしゃー、取れたー。すごい、ザリガニ固め完成してる。このザリガニが動けなくなる持ち方。おお、俺初です。これは本当だ。ちょっとそれ一回入れていいですか、これ。あ、入れましょうか。大丈夫ですか。マジで痛いんだけど。ちょっと水が濁ってきたんで、ここを流れる水路で洗いたいと思います。綺麗なお水を吸いたまえ。これどこの水なんだろうな。別に上に川があるわけでもないんですよね。謎の水路ですね。よし、こんなもんだろ。みんなやばいことに気づいた。なんかさ、こうトイレなんだけど、トイレの中からさ、なんか音するなと思って、でさ、開けたらさ、なんか水流れてんのよ、トイレから。こういうトイレなんだよ。この水はどこへ流れたんだ。おい、さっきのは汚染水ってことじゃないのか、これは。ワンチャンあるこれマジで。さすがにそのまま川に流さないよな。嘘でしょ。浄化槽じゃなくて、溜めてなくて流れてて、あの仮設トイレだから、間違いない。汚ねえこの水。じゃあお前らうんこおしっこザリガニってこと？こんばんは、別の日です。まあ取れたんですけど、でかいのが取りたい。男の夢。ザリガニは夜行性なんで、夜の方がね、活発に動き回ります。この辺は自分たちが今藪を漕いで開拓してきた新天地なので、まだ駆除が入っていないです。なのでこうシュッと風のように網を入れていけば、ザリガニも自然現象と勘違いして警戒されなくてたくさん取れるんじゃないかと思います。おらー、全く気づいてませんね。リラックスしてます。お前らの家なんかこうだ。おい、荒らせおお、何匹入ったんこれ。あ、こっちも入ってる。やば。俺思うんですよね、ザリガニに挟まれる時に痛いのは、この指が痛みを予期してないからだと思うんですよ。だから先に痛ーって叫んでおけば痛くないんじゃないかと思ってやってみようと思います。痛ー。全然痛くないですね。やばい、てかちょっと待って、見て、女、化け物いる。
人生でいたうちらで一番でけえ。やばくない？やばいね。こいつは絶対逃がさん。やばいでけえ。何これ。これ挟まれたらさ、指いくね。これ神は俺を見捨てなかった。最近獲物が取れなかったのはこいつを取るために運を貯めてたのか。アメリカザリガニと違って巨大化するのが特徴なんですけど、うちらザリガニでもマックスサイズに近いです。これはじゃあそれあ、そこにもいる、そこにもいる。オッケー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 。あぶねあぶねあぶね。おー、卵キャビア押し付け。今2匹いたよな。今横断したよな、1匹。今キャビアの横、ここいっぱいいるわ。いたよっこらしょ。はい、こんな感じでね、非常にお手軽に取れます。これ何？なんか赤いのあるね。あ、これアメザリだな。アメザリもいるんだ。でけえ。やばい。何こいつ。アメリカザリガニこんなでかくなんの？なんかやばい化学物質流れ出てる。あぶねえ。恐ろしい。今日どうした？人生最大サイズが今日2匹出た。これどうする？買う。家に持って帰ろう、こいつは。では本日の成果、まずちっちゃいやつ。でん。ちっちゃいと言ってもでかいよ。ほら。そしてこいつです。やばいよな、これ。どうやったらこのでかさ伝わんの？このでかさですよ。で、今日の料理はですね、皆さんイカせんべい知ってますか？セブンとかで売ってるあれです。あれ見て思ったんですよね。ザリガニでもよくね？で、調べてみたらどうやらエビを丸ごと挟むせんべいはあるらしいです。なので今日はザリガニ丸ごとプレスせんべいを作っていきたいと思います。あまりにも取れたザリガニがでかかったもんで、これが今日用意してたプレス機なんですけれど、これ乗せるとね、入らんのよ。だからこいつよりちょっと小さいやつをプレスして、こいつはもう茹でで食ってみたいと思います。今日取れた中では2番目ぐらいにでかい、こいつをせんべいにしていきたいと思います。でかいやつとせんべいにするやつの1匹以外は家に持って帰ります。こいつらは特定外来生物といって生きたままの移動運搬が禁止されてます。なので締めなくちゃいけません。毎回恒例ながらザリガニを締めるときはこれ、強炭酸水。炭酸水で炭酸締めといって窒息させて均等に締めることが可能なので、これで10分ほど置くと閉まるので、それから持って帰りましょう。生きたまま潰すのはちょっと心が痛むので、脳天に箸を突き刺して締めます。いただきます。ザリガニがね、準備できたらこちらにちょっとだけね、みりんをかけます。臭み消しの意味もありつつ、おせんべいのちょっとね、甘みを出すために。そして潰す。うわっ、硬い。ちょっと見てみる。プレス具合足りない気がするよね。工具ないとダメだったかな。パワー。これ今から料理する動きじゃねえぞこれ。一回見てみる。いけそうじゃない？子供は泣くけどさ、いけそうだよねこれ。ぺっちゃんこになりました。どうやってやったかは秘密にしておきます。ではいよいよ焼きます。火をつけます。ついた。もうなんかエビのいい香りがするんだけど、もういけるはずだよな。エビでいけるんだから。めっちゃ湯気出てくる。なにこれ。フレンチ来た。この湯気フレンチだわ。なんかさ、エビからさ、料理の匂いに変わったね。いいよ。できてるこんなうまくいくの？思いつきってすげえな。人類が進化してきたんだわこれ。一応やっぱ淡水性のザリガニなんで、ちょっとでも生のとこがあると配給中傷の恐れがありますから、裏面もちゃんとね、火を通していきましょう。裏もね、こうやってちゃんと焼きますからね。ご会長。これやばいな。で、普通のせんべいであればここで終わるんですけどね、内田ザリガニはね、殻が硬いもんで、ここで油の力を使ってさらに殻を食べやすくします。ごま油くんをですね、ザリガニに塗ります。ちょっと伸ばします。ごま油を伸ばして、要はですね、揚げ焼きもう一回プレスします。もうちょっとだけ加熱。完成です。こんな感じですね。完成品。もう薄っぺらくなってちゃんとせんべいです。ちょっと半分こするか。いい音。ザリガニ丸ごとせんべいいただきます。酒飲みてー。めちゃくちゃおつまみじゃね？まっ。かっぱえびせんなんか思い出す味。肉が詰まってる方。
あ、うんまっ。台湾ガザミ思い出すわ。で、これ味付けしてないのか。で、それでこんなうまいの。皆さん、ザリガニは丸ごと潰すだけで問題なくせんべいになることが分かりました。じゃあ、でかいの食うか。今日一でかいやつ。さっきと同じくまずこいつをね、締めます。今日の最大サイズのザリガニですね、こいつは。あ、やべ、鍋忘れたんじゃん、今日。鍋ねえんだけど、鍋がないんで、ペットボトルを鍋にしようと思います。ペットボトルは通常、こうやって火に当てると、このようにすぐ変形してしまいますよね。溶けて燃えてしまうんですけど、中に水が入っている状態のペットボトルなら、中の水で常に冷やされ続けて、水の温度を上回る100度を超えることがないので、理論上ペットボトルを溶かさずに鍋にすることができます。やってみましょう。ザリガニが入るとこを先に作んなきゃいけない。ハサミを忘れたんでね。よいしょ、ねじ切って。ペットボトルの口が切れたら上に水を入れます。下半身を入れて、爪をもぎって爪を入れます。入るかこれ。入り口が狭いんだよなこれな。よし、OK。頼む、茹で上がってくれ。ザリガニは配給中の中間宿主なんで、最低でも10分間煮た方がいいですね。ちゃんと沸騰してますね。問題なさそうです。味付けをします。こちらにデンマキシモールを入れてきます。神の粉と名高いこのマキシマムでちょっと入れます。こいつを。あ、バカ。まあこんなもんでしょう。あれの匂いしたそれ。駄菓子屋に売ってるあのさペペロンチーノ。あ、そうだね。やっぱ駄菓子屋のペペロンチーノの匂いだね。でもなんか今回ザリガニがめちゃくちゃ高級感ある匂いのおかげで高級店の香りがする。なんだろうね。超高級駄菓子屋のペペロンチーノ。オッケー。こんだけ加熱したら配給中も死んでるわ。おお、でっけえ。やっぱでっけえ。身を剥いて、うわー、やっぱアメザリと身の入りが違うわ。これは食用だわ、確実に。いただきます。あ、うめえ。あ、久しぶりお前。普通のエビの何倍も味が濃い。もうめちゃくちゃ濃厚な甲殻類の旨味が凝縮されてます。じゃあ2人で爪いこうぜ、爪。こう噛み割ってね、やると、ほら出てきた。やばいやばい、カニだ。みんなカニだわ、これ。やばいね、この量。せーの、いただきます。いただきます。うわこれはうますぎる。うめえ。エビの弾力を持ったカニってさ、食感正直そんなにないじゃん。けどこのザリガニの腕はカニの旨味を有しながらエビのブリブリを残した最高の食材です。マジでうまい。ということで本日の動画はいかがだったでしょうか。この動画がいいと思ったらね、どうかチャンネル登録をお願いします。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。ごちそうさまでした。